回復スキルといえば、上げるのが面倒なことで有名なスキルです。そのくせ、有用なパークがいくつも存在しているので、最強キャラを作ろうと思ったら、避けて通れないスキルでもあります。そこでこの動画では、面倒な作業を少しでも減らせるよう、効率的な回復スキルの稼ぎ方を紹介します。まずはある程度のマジカ最大値上昇と、回復消費軽減の装備を用意します。今回は素人のフード、治療術師のアミュレット、素人の回復術ローブを用意しました。魔術師の石碑をセットして、宿に泊まって、スキル成長速度を上げます。コレットから聖者の光を購入します。聖者の光は見習いレベルの魔法なので、初期レベルでも購入可能です。適当なアンデッドに聖者の光を当てて回復スキルを稼ぎます。マジカが切れたら、素人のフードと治療術師のアミュレットをお気に入りに登録して、お気に入りメニューからホットキー登録をします。コントローラーなら方向キーの右か左の長押しで2つまで登録可能です。ホットキーで装備を外して付け直せば、装備で上昇する分のマジカが回復します。これでマジカを無限に補充できるので、スムーズに魔法を連発できます。注意点として、あまり連続で聖者の光を当て続けないでください。アンデッド退散効果が累積しすぎると、スカイリムが落ちてしまうことがあります。片手ずつ、敵のよろめきが終わるまで待ってから次を当てるようにすれば、多分落ちることはなくなります。これをしばらく繰り返して回復スキルを40まで上げます。これでも効率がいい方法のはずなのですが、それなりに時間がかかります。お金に余裕があれば、40までは訓練で上げてしまってもいいと思います。回復スキルが40まで上がったら、この方法での稼ぎは終了です。40までスキルレベルを上げると、精鋭クラスの魔法が販売されるので、コレットから死者撃退の光を購入します。魔術師の石碑を外して、儀式の石碑をセットします。最後に必要なのは大量の死体です。内戦クエストで向かうことになるコルバンヤンドでは、味方の兵士が死ぬと入り口から新しい兵士が補充されます。補充されるそばから死体にしていけば、どんどん死体を貯めていけます。本来なら死体が溜まりすぎないように自動的に消滅するはずなのですが、入り口近くで倒すとその機能が働かないらしく、無限に死体を貯めることができます。今回は回復以外のスキルが上がらないように、ブラッドスカルの剣の衝撃波を使ってますが、他のスキルが上がっても構わない場合は、武器攻撃や破壊魔法などで死体を作ってください。2分半ほどかけて十分な量の死体を用意しました。ちょうど入り口脇にベッドロールがあるので、眠って休息ボーナスを得ます。儀式の石碑を発動して死体を蘇らせます。蘇らせた直後は散らばっているので、一度外に出てひとまとめにします。あとは、この死体の群れに死者撃退の光を当てれば、ものすごい勢いで回復スキルが上がっていきます。マジカは先ほどと同様に、ホットキーからマジカ上昇装備を付け直して補充します。回復スキル40で素人の回復術ローブを装備すれば、死者撃退の光の消費は78になります。素人のフードと治療術師のアミュレットによるマジカ上昇量が合計で80なので、ギリギリですが装備の付け直しでマジカの補充が間に合います。ここでも死者撃退の光は片手ずつ、よろめきが終わってから次を当てるようにします。これはスカイリムを落とさないためでもありますが、連続で当てると死体の一部が敵対してしまうので、それを防ぐためでもあります。この方法は、大量の死体を用意できればそれでいいので、別の場所でも可能といえば可能です。しかし、死者撃退の光の有効レベルは8であり、死体のレベルはそれ以下である必要があります。コルバンヤンドの兵士はプレイヤーのレベルの 0.25 倍に設定されており、レベル35以下なら死者撃退の光が有効です。数の揃えやすさ、レベル、どちらの面でも内戦クエスト中のコルバンヤンドが最適だと思われます。儀式の石碑が切れるまでの3分間で40から97まで上げることができました。そしたらまたベッドロールで24時間休んで儀式の石碑を再使用できるようにします。あとは先ほどと同じことを繰り返せば。はい、回復スキルが100まで上がりました。死体の集まり方によって多少効率は左右しますが、儀式の石碑を2回使えば安定して100まで上げられると思います。いろいろ準備が必要だったり、期間限定だったり、制限はありますが、多分これが一番早いと思うので、効率よく回復スキルを稼ぎたい方はこの方法を試してみてください。私のチャンネルではこの他にも、スカイリムについての小ネタやテクニックを紹介しているので、興味があれば他の動画も見てみてください。その際はぜひ、フォロー、チャンネル登録、いいね、高評価をお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。